こんにちは、BS エイコリンです。今回はコホさんに新作のチェアをご提供いただきました。とてもリラックスできるおしゃれなチェアです。私なりに気がついたことをすべて話していきます。ぜひ最後までご覧いただき、高評価とコメントもしていただけると嬉しいです。それではレビュー、おカミン、ゴー！チェアが入っているので大きい段ボールですね。箱には丁寧に組み立て方の動画リンクがあります。私は取扱説明書だけを見て組み立てましたが、間違えて戻ったりしたので結構大変でした。最初から動画を見ながら組み立てた方が確実なのかもしれません。さっきちらっと映りましたが、床を保護するためのプチプチシートが付属されています。購入者さんへのお気遣いを感じますね。梱包重量約29キロあります。実は段ボールをこの部屋まで持ってこれなくて、助っ人を呼びました。皆さんも設置の際、重いものが苦手な方は、助けてくれる人がいた方がいいかもしれません。パーツはこのようにわかりやすく小分けになっています。なんとコホさんオリジナルの手袋がついています。こういうの大好き。袋の裏に L サイズと記載がありました。開梱前にしっかりとスペースを確保なさった方がいいです。組み立て作業がスムーズになりますよ。オリジナルの手袋も使って組み立てていきます。私はちょっと余ってるくらいかな。商品名はコホチェアプロ2です。コホさんのチェアシリーズは大人気で、今までの累計出荷台数10万台を突破しているそうです。今回こちらのチェアプロ2は待望の新作リリースです。組み立ててる時ね、このパーツをめっちゃ探しました。でももともとセットされているので探す必要がありません。お気をつけてください。チェアシリーズの話に戻ります。今までコホチェアプレミアム、コホチェアプロという2種類販売されています。今回のチェアプロ2はプレミアムとプロの間、真ん中のグレードになります。この動画で初めて私の部屋をご覧いただいた方いらっしゃいますか？私は今までローデスク環境でした。今回コホさんからチェアのお話をいただいてデスクを新調しました。最後にハンガーをつけてと。いよいよ完成です。動画を撮影しながらだったので2時間ちょっとかかりました。皆さんはもう少し早く完成するのではないかなと思います。開梱後の製品自体の重量は約23キロです。私の重量は内緒ですが身長は160センチジャストです。商品のサイズ感などの参考にしていただけたらと思います。カラーは私はメインカラーのライトグレーを選びました。他にはブラックとホワイトがありますよ。この3色があればどんなお部屋にもマッチしそうです。私がライトグレーを選んだのは汚れが目立ちにくそうだなって思ったのと部屋全体の雰囲気に合う色だなと思ったからです。通気性についてです。向こうが透けて見えるくらいのメッシュのようになっています。試し始めた時期が冬なのでお尻や腰、そして背中の蒸れが気になったことはありません。夏はどうかな？メッシュじゃない座面に比べて蒸れることは少なそうですね。次はヘッドレストです。高さや位置を調節できるところが3箇所あります。こちらの第1関節部で65度の角度調節ができます。こちらの第2関節部で50度の角度調節ができます。そして4センチの高さ調節ができます。カチカチっと段階調節で4回以上カチカチっとなりますね。5ミリごとに段階調節なのかな？結構細かく調節できるような気がします。高さ調節やや硬いので気をつけてくださいね。ヘッドレストのまとめです。これだけ調節できるのでいろんな角度を試してみて自分に合った角度にしていきます。最初ここだったかな？ネジが硬くて全然動かなかったので緩めたら調節できるようになりました。正しい使い方かわかりませんが、私は4日かかったら少し動くくらいにしてあります。首の角度に合うようにずれるのでいい感じです。好きな角度でしっかり固定したい方は、ネジを固く締めればいいかなと思います。次はアームレストです。高さや角度を調節できるところが3箇所あります。まず高さ調節は、外側のレバーを押すとカチッとなります。そのまま押しながら上げ下げします。説明書には10センチで調節できると書かれています。見えないけど1センチくらいごとに段階調節になっています。次に前後に5センチ調節できます。ちょっと力を入れてスライドさせるだけで調節できます。こちらも1センチくらいごとにカチカチっとなって段階調節ですね。そして角度は内側に35度、外側に180度も調節できます。こちらもちょっと力を入れて動かすだけで調節できます。少し抵抗を感じるくらいの力加減で変えられるので調節しやすいです。
アームレストのポイントです。私が購入したデスクは引き出し付きなので、高さが変えられると、引き出しへの干渉を防げるのがいいなと思いました。そしてこうしてデスクの高さに合わせます。パソコン作業やゲーム配信をするとき、肘から腕が乗ってとっても楽です。一つ私が感じたことがあります。本来の使い方ではないので私のせいですが、ついアームレストに体重をかけて立ち上がろうとしちゃうんですよね。そうするとこんな風に前後と角度は固定されないので、ずれちゃっておっとってなります。気をつけてください。次は座面です。前後や高さを調節できます。まず硬さです。メッシュ生地で透けているから、耐荷重大丈夫かなって心配になるかもしれませんが、耐荷重125キロまで大丈夫です。表面の生地の向こうに綿やウレタンが入っていない分、座面は硬い方になる気がします。そこそこの張りと弾力がありますね。ちなみに私はもともとお尻が痛いタイプなので、お尻が痛いタイプってなんじゃ？なのでお尻に低反発のクッションを敷かせてもらっています。これは今まで使っていた座椅子にも敷いていました。座面の高さを調節できます。座面右側にあるレバーを引き上げます。上げたいときは腰を浮かせると座面が上がり、下げたいときは座って体重をかけます。レバーを離すと固定されます。これは段階調節ではなくて好きな高さで止まりますのでいいですね。この高さがいいなって思っても足を浮かせたい日とかあるので気軽に簡単に調節できます。座面の前後を調節できます。座面左側の前方にあるレバーを引き上げます。ちょっとだけコツが必要で、腰を支える部分に寄りかかりながら座面をスライドさせます。こちらは見えないけど段階があってカチッと止まる部分があります。手前、真ん中、奥の3段階ですね。太ももへの当たり方を和らげるためかな。結構座面が下がってるのと腰を支える部分があるため、一番奥だと座った時浅いかなって思いました。なので真ん中か一番手前くらいで立っています。皆さんは椅子であぐらをかきますか？私は椅子であぐらをかきません。でも、あぐらがかけるか気になる方もいらっしゃると思うので、参考にしてほしいので試してみます。座面が広いのであぐらをかくことができます。座面を手前にして広い状態です。次は背もたれです。メッシュ生地がやや曲がるので、持たれた時に自分の背中に合わせてフィットする感覚があります。高さを5センチごとに4段階で調節できます。座った状態で両手を後ろに回し、下の腰を支える部分から持ち上げます。ちょっと重いです。5センチごとにカチッとなるのが合図ですね。4段階目の一番上まで行っちゃうと、一番下に戻ります。一番上がどこまでかは、1、2、3、4と数えるか感覚をつかむしかないです。ただここは自分に合った高さを見つけたらそんなに変えることはないから、私は気にならないかなと思います。幅は私の場合は持たれても、まだ余裕がありますね。肩がすっぽり覆われる感じでリラックスできます。背もたれの後ろにはハンガーがあります。上着などをかけておきますね。ズボラな私には羽織りたい時にさっと座ったまま取れるのも嬉しいです。ただチェアの後ろのスペースが狭すぎると、チェアの後ろを通るときにハンガーが当たります。広ければ気になりません。次はランバーサポートです。こちらの腰を支える部分のことです。上の左右を持って角度を調節します。7.5 度刻みに3段階で調節できます。一番手前まで倒すと元に戻せます。腰をしっかり支えてくれるのを実感します。1ヶ月、毎日1日12時間くらい座っていますが、腰が痛くなったことはありません。座面の下から引っ張り出すと、足を置くフットレストが現れます。41センチ出てきます。私の身長160センチで、だいたい足首あたりにフットレストが来ますね。こういうのってオフィスチェアやゲーミングチェアによくあるの？社長みたいだよね。私は寝るときにこれを引き出して使っています。リクライニングは座面左後方のレバーで調節できます。レバーを引き上げてから背もたれに寄りかかります。背もたれに少し負荷をかけるとカチッとなります。この音が動かせますよという合図です。98度、108度、116度、127度の4段階で調節できます。調節するときに98度に戻ろうとする力は結構強いです。一番寝た状態まで傾けるときはアームレストを180度回転させるのがおすすめとのことです。アームレストに手を置きながら休まれる方はいいですね。かなりリラックスできます。これ職場だったらお昼休憩の時にこの体勢にすればお昼寝できます。私もこれで動画制作とか疲れたなーって時に倒してお昼寝か夕寝をしています。足の直径は70センチ、キャスターの直径は6センチです。厚み1センチくらいの家にあったマットを敷いています。
チェア用マットじゃなくてふわっとしてるから当たり前ですがやや動かしづらいです。それでも座ったまま椅子を寄せたり押したりできますよ。フローリングの上だとスイスイ動きます。とも静かです。チェア用のマットは後々買いたいなと思っています。感想とまとめです。体にフィットします。長時間座っていても私は疲れません。きちんと座っていたら仕事や作業は集中できるのに、休憩するときは思いっきり休めます。本当に休憩の時に何度も寝てますが、作業しながら寝ちゃったことはありません。使い心地に満足しています。ぜひ購入をご検討ください。どこで買えるのと気になってくださった方、2025年1月9日から3月9日までは、幕開けというサイトで先行販売中です。先行販売中は割引もありますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。参考になったよと思ったら、グッドボタンよろしくお願いします。最後にデスクです。デスクとデスクマットは Amazon で購入しました。使い心地はデスクもマットも満足しています。木目もいいけど白い天板もいいですね。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、そしてコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画かライブ配信でお会いしましょう。またねー。